みんな、ヤッホー、ずんだもんなのだ。今回は、南アジアの美しい国、バングラデシュについてお話ししていくのだ。実はね、みんな聞いて驚くのだ。バングラデシュの国旗のデザインは、なんと日本の日の丸を参考にして作られたらしいのだ。緑豊かな大地から昇る、独立の赤い太陽を表しているんだって、なんだか親近感が湧いちゃうのだ。すごいのだ。今日はそんなバングラデシュから、とっておきのニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが、2つ目のニュースなのだ。政府、人権団体の全要求は受け入れられず、外交顧問、という記事なのだ。政府と人権団体さんの間で、どんなやりとりがあったのか、ずんだもんもすごく気になるのだ。これは見逃せないのだ。この動画が良いなと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひぜひお願いするのだ。それじゃあ、早速バングラデシュの今を一緒に見ていくのだ。皆さん、今日は南アジアの宝石、バングラデシュをご紹介するのだ。インドとミャンマーに挟まれた豊かなガンジス川デルタ地帯に位置するこの国、首都は活気あふれるダッカなのだ。かつてはパキスタンの一部だったけれど、1971年の独立戦争を経て、今のバングラデシュが生まれたのだよ。現在は議会制民主主義の国で、約1億7,000万人もの人々が暮らしているのだ。世界でも有数の人口密度の高さで、そのエネルギーはすごいのだ。主要産業は、世界の衣料品を支える縫製業。多くのブランドの服がここで作られているのだ。他にも、兵やジュートなどの農業も盛んなのだ。豊かなベンガル文化が育まれ、人々はとても温かいのだよ。近年は目覚ましい経済成長を遂げていて、開発途上国からさらに発展しようと頑張っているのだ。ただ、気候変動の影響を受けやすい地域でもあるから、未来に向けた挑戦が続いているのだよ。そんなバングラデシュ、ぜひ注目してほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。シブリ、ルバヤット、イヤーズ、イスラム、詐欺で市場から永久追放という記事なのだ。株式市場で大変なことになったのだ。バングラデシュの証券取引委員会 BSEC が元委員長のシブリ、ルバヤット、ウル、イスラム氏と LR グローバル、バングラデシュの CEO であるリアズ、イスラム氏を株価操作の疑いで永久追放したのだ。ひどい話なのだ。これは2022年に LR グローバルが閉鎖寸前で価値もマイナスだったパドマ・プリンターズという会社をとんでもなく高額で買収したことに始まるのだ。株の額面はたった10高なのに LR グローバルは1株289.4高も払っていたのだ。おかしいのだ。この買収では以前の株主への株式発行や情報開示などが一切行われず、不正が疑われたのだ。BSEC の調査で、元委員長と LR グローバル CEO が共謀していたことが明らかになったのだ。投資家の皆さんのお金が、閉鎖企業に 68.64 クローネも不法に投じられていたのだよ。その結果、ヨーナは資本市場から永久に締め出されたのだ。さらに、リアーズ氏を含む関係者6名にはそれぞれ1クローネの罰金が課せられ、LR グローバルもライセンスを取り消されることになったのだ。90クローネもの資金を1ヶ月以内に相互基金に返還しなければならないのだ。さらに、この件には資金洗浄の疑いもあるとして、反汚職委員会 ACC が調査することになったのだ。投資家のためにも、もっと透明な市場になってほしいのだ。二つ目のニュースなのだ。政府、人権団体の全要求は受け入れられず、外交顧問という記事なのだ。外交顧問のトゥヒド・ホサインさんがね、人権団体さんからの要求を全部受け入れるのは、政府にとって無理なのだって言ったのだ。これはね、ヒューマン・ライツ・ウォッチさんを含む世界の6つの人権団体さんが暫定首席顧問のムハンマド・ユヌスさんに強制失踪や逮捕、政治活動の禁止なんかについて
ちゃんとしてねって書簡を送ったことへのコメントなのだ。顧問さんはね、人権団体さんはそれぞれの仕事をするけど、政府は全ての要求には応えられないのだ。でも、人権問題の心配があるときは、ちゃんと考えるし、政府としてできることはするのだ。って説明したのだ。人権団体さんはね、強制失踪や法に反する殺害に正義を求めることや、むやみな逮捕をやめること、それからアワミ連盟さんの活動禁止を解除することなんかを求めているのだ。暫定政府さんが改革を始めたのは良いことだけど、選挙までの短い間にもっと人権をしっかり守ってほしいって言っているのだ。政府はいろんなことを考えて対応するのだって話しているのだ。3つ目のニュースなのだ。政府サバール思考者設立を原則決定という記事なのだ。バングラデシュ政府がサバル氏を思考者にする方針を決めたのだ。これは LGRD 顧問のアシフ・マフムド・ショジブ・ブイヤン氏が Facebook で発表した情報なのだ。サバル自治体とアシウリアを合併して新しいサバル思考者を作る計画なのだ。さらにケラニガンジもカテゴリの自治体にするかダッカ南一校舎の管轄に入れることを考えているのだって。サバルとアシウリアはダッカ近郊の重要な工業地帯と住宅地でこの10年でとっても発展した地域なのだ。もしこれが実現したらサバルはバングラデシュで13番目、そしてダッカ大都市圏では5番目の思考者になるのだ。ダッカ北、ダッカ南、ガジプール、奈良ヤンガンジに続いて仲間入りするのだね。大きな変化が起きるのだ。皆さん、今日はバングラデシュの魅力と経済や社会のさまざまなニュースをご紹介したのだ。急速な発展を遂げる中で詐欺や人権といった課題にも直面しているのだね。でも都市の再編など未来に向けた動きも活発なのだ。これからもこのエネルギッシュな国バングラデシュの挑戦に注目してほしいのだ。また会うのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。